皆様こんにちは、セリナです。今回は9月17日発売、エレガンスアティミエルベール001、002、003を全色レビューしていきます。今回の新作パウダーは番号ごとにカラーはもちろんラメやパールなどのツヤの種類も異なるとのことでしたので、それぞれの仕上がりの違いを比較した後にエレガンスの人気パウダーラプードルオードニャンスとの仕上がりや汗崩れの違いも比較しながらご紹介していきます。またこちらのチャンネルでは2024年クリスマスコフレの発売情報やアイシャドウチークリップなどの全色レビュー、またサブチャンネルではリクエストいただいた内容をアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。エレガンスアティミエルベール001、002、003、一瞬で閃光を放つツヤ肌へ、華やかな輝きをまとうフェイスパウダー、光を操りまばゆい輝きを放つオイルをリッチにまとった濡れツヤ。001は大胆なきらびやかさでゴージャスな印象。002は発光したような際立つ明るさでクールな印象。003はほんのりと温かみのある輝きでエレガントな印象。それでは新作のアティミエルベール、実際に肌の上にのせていきたいと思います。こちらは番号ごとにカラーはもちろんラメやパールの大きさや種類も異なるとのことでしたので、まずは半眼ずつに塗って仕上がりの違いを比較していきたいと思います。まずはじめにこちら側に001番、そして反対側に002を塗って比較していきます。今回はこちらの付属の斜めカットブラシを使って塗っていきます。ブラシにたっぷりと含んだら、顔の外側から中心に向かってのせていくのがおすすめだそうです。一塗りでもこんな感じで、この辺りに大粒のラメが乗ったのが分かりやすいと思います。もう少し重ねていきます。001は今回登場した3色の中で一番しっかりとラメを感じることができます。はい、こちら側半分に001を塗ってみました。001は手元で見た時もフェイスパウダーというよりも大粒のラメが輝くハイライトのようなかなりキラキラした仕上がりだなと思いましたが、ファンデーションのみの方と比較をしてもパウダーを塗った後とは思えないほどのツヤがしっかり出ていますよね。でも肌表面は程よくサラサラに仕上がっているので、パウダーを塗ることでファンデーションのツヤが失われるのが気になるという方にとてもおすすめです。ただやはり顔の上にのせてもラメはかなり大粒なので、近くで見るとこんな感じで若干毛穴が気になるかなという印象です。フェイスパウダーを塗る前の状態の濡れツヤ肌に仕上げたいという方にはかなりおすすめですが、あまり強すぎるツヤは苦手という方やオフィスメイクの時には少し注意が必要かなと思いました。ラメが乗っていないフェイスパウダーを塗ってその上に重ねたり部分使いするのにはすごくいいんじゃないかなと思います。カラーとしては黄身をかなり抑えたシャンパン系なので、ヘルシーな印象になりすぎることなく絶妙なメリハリと透明感を感じられます。続いて反対側には002を塗っていきます。002は001よりも少しラメが抑えめになっています。こちらは肌全体に塗っても綺麗なパールが乗るという感じで意外と使いやすいですね。はい、こちら側には002を塗ってみました。002は大粒のラメというよりもパールがぎっしりと詰まったようなツヤだったので、内側からパンと張ったような発光張りツヤを演出したい時におすすめです。近くで見るとこんな感じで素肌の透け感をきれいに残しつつ顔全体にパールの滑らかなツヤが乗っています。カラーはシルバー系のパールが配合されているので自然に肌トーンをアップさせてくれます。ただベースのパウダーにしっかりとカラーがついているという感じではなく、素肌の透け感が残ってくれているのでそこまで白浮きする感じもしなくて使いやすいです。こちらは滑らかなツヤ肌に仕上げたい時におすすめですね。アップで比較するとこんな感じです。
そして肌表面を触った感じは001も002も同じくパウダーの厚みは感じませんが、しっかりファンデーションの油分感は抑えてくれています。特に001はこれだけしっかりとした大粒のラメが入っていますが、ラメのザラつきも感じにくいです。続いてこちら側に001を残したまま、反対側には003を塗って比較していきます。003はこの3色の中で一番ツヤが控えめとのことでした。肌の上のしてもこんな感じで、自然なピンクのパールは乗りますが、そこまでツヤツヤキラキラしすぎなくてとても使いやすいと思います。はい、こちら側には001、反対側には003を塗って比較していきます。3色の中で一番ラメが大粒でしっかりと輝く001と、一番ラメやパールが控えめな003を比較すると、かなり違いがわかりやすいと思います。003はベースのパウダーがしっかり肌に乗る感じがするので、自然に毛穴補正をした上に顔を動かすとピンクのツヤが絶妙に光って血色感と柔らかさを与えてくれます。近くで見てもこんな感じで、全3色の中で一番しっかり肌にパウダーが乗っている感じがするので、程よい毛穴補正効果もありつつ、さらに上からツヤが乗っています。003はシーン問わず使いやすいんじゃないかなと思います。アップで比較するとこんな感じの違いです。はい、続いてこちら側に002、こちら側に003を塗って比較するとこんな感じの違いです。どちらもラメというよりもパールでツヤを出してくれるタイプですが、やはり002の方がさらにパールの量が多くて、肌全体が発光するような滑らかなツヤ肌に仕上がるのに対し、003はベースのパウダーで程よく毛穴補正しつつも、角度によってピンクのパールのツヤの立体感を感じるような違いがありました。近くで見るとより分かりやすくて、002はしっかりパールが乗る分、どうしても毛穴補正効果は弱めですが、003はこんな感じで適度な補正力も感じられます。パールのツヤをしっかり感じたい方や、シルバーのパールで自然にトーンアップさせたい方は002がおすすめ。程よく毛穴補正しつつも部分的にツヤが欲しい方や、ピンクで血色感と柔らかさのある肌に仕上げたい方は003がおすすめかなと思います。アップで比較するとこんな感じの違いです。香りについては3色とも同じで、少しパウダリーなニュアンスを感じるスキンケアのような香りが結構しっかりめについています。001、002、003、それぞれ比較するとこんな感じです。続いては新作のアティミエルベールとエレガンスの大人気フェイスパウダーラプードルオートニュアンスの違いを比較していきたいと思います。ラプードルもアティミエルベールと同様、カラーによってセミマットタイプとツヤタイプに分かれています。こちらの人気の新色8番はセミマットタイプになっているので、全体的にツヤがしっかりと出るアティミエルベールとはかなりツヤがりの違いが出てくるので、今回はラプードルのツヤタイプの中の人気色6番とアティミエルベールの中でも一番ツヤが控えめだった003を比較してみたいと思います。仕上がりの条件を合わせるために、ラプードル付属のパフではなく、アティミエルベール付属のブラシを使って塗っていきたいと思います。ラプードルはツヤタイプでもこんな感じで、ベースにセミマットのパウダーが乗った上に自然なツヤが出るようなタイプなので、こんな感じでパウダーのカバー力と毛穴補正効果をしっかりと感じられるのが特徴です。はい、こんな感じで、こちら側にはラプードルのツヤタイプ、反対側にはアティミエルベールの003を塗ってみました。どちらも同じツヤタイプですが、アティミエルベールの中でも一番ツヤが抑えめな003番よりも、ラプードルのツヤタイプの方がさらに穏やかなツヤ仕上がりです。近くで見るとよりパウダーの違いがわかりやすくて、ラプードルはベースにセミマットのパウダーがしっかりと肌に乗って、高い補正力のあるパウダーの上に滑らかな自然なツヤが出ているのに対して、アティミエルベールは自然に毛穴補正しながらもかなり透け感が残って全体的にツヤが乗るような違いがあります。毛穴対策に特化したパウダーを探しているという方や、すっきりとしたツヤ肌に仕上げたい方はラプードルのツヤタイプがおすすめ。
素肌の透け感が残って顔全体に贅沢なツヤをのせたいという方はアティミエルベールがおすすめかなと思います。そして肌表面を触った感じもやはりラプードルの方がパウダーがしっかりと肌に乗るので、肌表面にベタつきを全く感じさせないサラサラ仕上がり。アティミエルベールも肌表面はさらりとしていますが、乾燥や粉っぽさをより感じにくい印象です。香りの種類や香りの強さはどちらも大体同じくらいです。アップで比較するとこんな感じの違いです。ではここからはこちら側にラプードル、反対側にアティミエルベールを塗った状態でマスクをして30分ほど運動をしてみて、汗をかいた後の崩れ方の違いも見ていきたいと思います。はい、30分ほど運動して汗をかいた後にティッシュオフをした状態の肌はこんな感じでした。このくらいの距離で見るとどちらもそこまで崩れが気にならない印象ですが、近くで見るとこんな感じで、まずラプードルは塗りたてが毛穴や皮脂を全く感じさせないようなセミマット寄りの肌に仕上がっていたからか、頬の中心にツヤが出てきているのが気になります。そして新作のアティミエルベールは塗りたての状態からかなりツヤが出ていたので、崩れはそこまで気になりませんが、マスクの摩擦崩れには少し弱い印象なのと、よく見ると顔の中心に少し油っぽさが出ています。アップで比較するとこんな感じです。ただ、アティミエルベールは小鼻の横や頬の広い範囲なども汗をかいてもベタつきが出ている感じはしないので、これだけしっかりとしたツヤを楽しめるタイプのパウダーですが、比較的汗や皮脂崩れにも強いなと感じました。汗や皮脂の量が比較的少なくなるこれからの秋冬シーズンにはかなり安心して使いやすいタイプのツヤパウダーだなと思いました。それでは最後に今回の新作パウダーアティミエルベールは顔全体にフェイスパウダーとして使うのがおすすめとのことでしたが、特に001と002はラメやパールの輝きがかなり強かったので、ハイライト使いをした時のイメージもご紹介していきたいと思います。現在顔全体にはラプードルニュアンスの限定色マットタイプの8番を塗っています。まずはこちら側半分に001をハイライト使いしていきます。目の下の C ゾーンに磨くようにのせていきます。そこのブラシを使って塗るとこんな感じで、やはり001はかなりラメの粒が大きいので、ハイライト使いでも結構華やかに仕上がります。はい、まずはこちら側半分に C ゾーンの広い範囲に001をハイライト使いしてみました。顔全体はセミマットのパウダーで整えているからか、よりこちらの001の大粒ラメがしっかりと生えてくれます。近くで見てもこんな感じなので、やはり001はハイライトとしてもかなりしっかりとしたツヤを楽しめるアイテムだなと思いました。華やかで絶妙な明るさをもたらしてくれてとても綺麗です。では反対側は002をハイライト使いしていきます。002はパールのツヤなので、一度塗りだとこんな感じでとても控えめですが、重ねていくと部分使いでもしっかりツヤが楽しめます。はい、反対側には002をハイライト使いしてみました。002は透明感抜群のホワイト系のパールハイライトといった感じで、やりすぎ感はないけれどしっかりとしたツヤを演出してくれます。近くで見てもこんな感じで、ベースにセミマットのパウダーを塗っておけば毛穴の目立ちも気にせずに使いやすくなりました。肌なじみが良く華やかさと明るさを感じるラメ系のハイライトがお好きな方は001がおすすめ。透明感をしっかりとアップさせて贅沢なパールのツヤ系のハイライトがお好きな方は002がおすすめです。しっかりとツヤを出したいときは顔全体に塗るのもすごく綺麗だなと思いましたが、部分使いでハイライトとして楽しめるのもすごくいいですね。続いて003もハイライト使いしてみたいと思います。003に関しては顔全体にのせてもそこまでツヤが強すぎる感じはしなかったので、部分使いだとこんな感じでかなり控えめですがピンクのカラーがしっかりと乗るので、ハイライトで程よく血色感も出したいという時にも綺麗です。はい、こちら側半分には003をハイライト使いしてみました。やはり003はこうしてみるとそこまで強く光る感じはしませんが、内側からほんのりと発光するような穏やかなツヤ感とピンクのカラーで血色が乗る感じがとても綺麗です。
近くで見てもこんな感じで、ラメやパールが強すぎないので、控えめなハイライトとしても活躍してくれそうです。はい、ではこんな感じで9月17日新発売エレガンスのアティミエルベール全3色をご紹介していきました。どのカラーもとにかくツヤがものすごく綺麗でしたが、大粒のラメによるきらめきとツヤを楽しみたい方は001、透明感のあるシルバーパールで発光したようなツヤツヤ肌に仕上げたい方は002、程よく毛穴補正もしつつ血色感も残るような穏やかなピンク系のツヤがお好きな方は003が特におすすめでした。顔全体に塗るのはもちろんですが、特に001と002はハイライト使いもすごく綺麗だなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。